Please stay behind the yellow line. 皆さんこんにちは、村田治です。今日は神戸の栄町という商店街というか今人気のスポットにやってきました。まず前回の奥行きを感じる絵を描くの簡単な復習をしてみましょう。ですね奥行きを感じる絵を描くには、物を重ね合わせる、それからその色輪郭の描き方に差をつけるということでしたよね。で、近くは濃くはっきり描くということでした。基本がそういうことですよね。今ご覧になっているのが今回の絵の素材写真です。それではこの写真をもとにまた説明してみたいと思います。で、物を重ね合わせるということなんですけれども、じゃあ今回はどうなるのかということですよね。この間と同じように一番手前はどこになるのかということなんですけども、ご覧のようにこの辺が手前ですよね。この辺が手前。それでですね、このシンプルに形を捉えることが大事です。あまり複雑なところを全部ひっくるめて考えてみてください。で、それから2番目ですけれども、今回はもうここですね。ビルのところ、こういうところで、最後なんですけども、もう今回は3段階に分けようと思っています。ここのこれは同じ色になっちゃったね。空のところ、これは遠くですよね、どう見たってね。でもう一度順番つけてみると、ここが1番2番3番ということになります。はい、では色の塗り方なんですけれども、この紫色の1番の一番近いところ、ここは濃く描きます。2番目は中ぐらいの濃さで描きます。そして3番目、一番遠い空のところですね、一番薄く描きます。そしてですね、ここの建物のある中でもちょっと実際には差をつけたいんですけども、ここの一番遠いところですよね、かなり細々とした窓が見えますが、この辺はもうあえてぼやかしてしまおうと思います。で、手前の方は強く描くと。手前は濃くはっきりと描いて、それから遠くは淡く薄く描くということを思い出してください。はい、分かりやすいように、鉛筆でラフスケッチを描いてみました。実際にですね、本番の絵を描く前にこうしたラフスケッチをよく描きます。で、先ほどのことをもう一度このラフスケッチの上でやってみますね。これ一番手前、濃く描きます。2番目のところは中ぐらいの濃さにします。一番遠いところ、明るく淡く薄く描きますね。で、先ほどちょっと追加で言いましたけれども、この辺ですね、この辺のところもう本当に淡くシンプルに描きたいと思います。はい、では実際に描いてみようと思います。鉛筆
いつものように、だいたい 2B から 4B ですが、今は2B を使っています。で、下書きが終わりましたので、紙全体を水で濡らして太い筆で色をいろのところに塗っています。この時ですね、最初に説明した濃さの大きな枠組みがありますよね。1番2番3番の。でそれを少し意識してですね、にじんでしまうんですけども、きっちりとはもちろん塗れないんですけども、色を変えています。で、実際の写真のままに色を塗るんではなくて、それだとですね、あまり面白くない、ちょっとグレーの多い絵になってしまいますので、もう少し華やかな絵にするためにですね、オレンジ色と、それからその補色であるパープルですね、紫色をメインに色を塗っていきたいと思います。で、前回の絵もそうしたんですけども、イエロー系とその補色っていうのは反対色と思ってくださって結構なんですけども、ブルーとかパープルですねをやると絵として魅力のあるものになります。また補色についてはですね、違う回に説明させていただきたいと思います。今1回塗った後で、乾かしたんですが、まだまだ色が薄い、明度が薄いので、ブルーっていうかブルーをかけています。で、まだまだ細かいところは気にしないで、乾くと薄くなりますので、大胆にですね、塗っていっております。で、先ほどはブルー系を塗りましたが、今度はその反対色であるイエロー系を塗っています。これ今ちょうど明度でいうと2番目の、中ぐらいの濃さの部分なんですけれども、そこをオレンジ色にしました。ちょっと細かいホワイトのラインとか、それから窓の枠ですね、もう小さい筆で当たりをつけています。まだまだ後で変更する可能性がありますけれども、一応書いとくとだんだん仕上がっていくときに様子が分かるので、ホワイトのところはガッシュを使っています。この辺のラインですね、あまり直線にしない方が僕は好きです。建築のパースっていう書き方がありますけれども、ああいうきちっとした絵ではなくてですね、手書きの味を出す、逆に直線じゃない歪んだ形、歪んだラインが味があると思いますので、手書きで書いています。人物に関しては今回は比較的写真に忠実に書いています。なるべく動きが感じられるような人物にしたいんですよね。やっぱり人物がちょっと不自然な絵だと、もう絵全体がそれで壊れてしまうので、ちょっと慎重に描いています。いっぺんに人物なら人物を最後まで
仕上げてしまうのではなくて、これも人物をちょっと変えたらまた他のところも変えて、全体で仕上げていくという書き方になります。で実際は曇りだったので人物の影というのは見えないんですけれども、影を入れるとですね、立体的になりますので、今試しにですね手前に向かった影を描きました。絵の奥の方からですね光が来ているというイメージで描いてみたんですけども、ちょっと実は気に入っていません。今の段階では人物も全然、今一つ仕上がっていないんですけど、それでいいんです。この段階ではね、まだ全体のバランスがありますので、ここで人物ばっかり書き込んでしまってもおかしなことになりますので、それからこれ電柱を書いてますけども、電柱をね入れるかどうかっていうのがやっぱり悩むとこですよね。あんまりこのうるさいラインを絵の中に入れるかどうかはいつも悩むんですけども、今回はごく一部だけ入れてみました。電柱を入れるとですね、意外とリアリティが出ていいような感じもするんですよ。であんまりたくさん電柱を全部描いてしまうとうるさくなってしまうんですけども、今回は1本だけメインの電柱を描いて、電線も少しだけ描いてみました。少しですね、一番濃い部分の濃さでいうと3番目の一番濃い部分ですね、3段階の一番濃い部分の今明度の部分を描いています。でちらちらとですね、先ほどご覧いただいたラフスケッチを見ながら実は色を塗ってるんです。でどうしても細かい明度にとらわれてしまうと絵がチラチラした絵になってしまうんですよね。その辺チラチラした絵っていうのはどういうことかっていうのが分かりにくいかもしれないんですけれども、まとまりのないというか、画面全体がチラチラしてるっていうか、ちょっとまたですねそれ辺も違う回にやったらいいかと思いますけども、また人物に戻ってきて人物を手を加えています。右側を濃く塗ったので、また人物の一番濃いところも明度を合わせて塗りました。細かいところを描いたり大きなところを描いたり、だんだん全体的に細かいところを描いています。で描けば描くほどリアリティが出ますけども、あまり描き込むとエネルギーがない絵になってしまうので、どこでやめるか、どこまで描いてやめるのかっていうところが一番大事なポイントになります。細かいところを描くのは楽しいですよね。そんなに大きな失敗もしないですし、今ですね、影の向きを右から左にもう一度人物の影ですよね、書き換えました。右の電柱を描いている時に、右からこれ光が当たってるなっていうのがはっきりしたので、ちょっと試しにですね影を右から左に流れるように描いてみました。なんかこっちの方がいい感じですよね。いい感じだと思いました。これ左側は実は床屋さんなので、床屋のぐるぐる回るなんかあれがですね横向きに並んでますけどね、ちょっとここはスピードをノーマルスピードにして人物なので分かりやすくしています。
右から光が来ているっていうふうに意識しましたので、ハイライトを右の方に当てました。これも実際に写真にはないんですけども、そんなに厳密に描いているわけではないので、想像でハイライトを入れました。同じようにですね、写真ではないんですけども、ポイントでこの辺きっと光るだろうなと、光が当たったら光るだろうなと思って入れています。実際晴れてたら写真もそういうのが出てよかったんですけどね、結構曇りの時が多いんで、全体的に、ハイライトを散らしています。こういう白いラインとか点を入れると急に絵全体がこうキラキラっとして光が当たってるっていう感じで、絵がなんて言うんでしょう、明るくなるというか魅力が出るような気がします。風景の遠いところですね、道路の一番向こう側、写真だとはっきり写ってますけども、これは描かない、ぼんやりと描いています。奥行きを出すためにですね。まだまだちょっと絵に華やかさがない地味な感じの、どうしてもね商店街ですので、グレーの色が多いし地味な感じの絵なので、なんとか華やかさを入れたいですよね。で、赤色の花みたいなのを付け加えたりですね、ちょっと黄色っぽい色を、付け加えたりしています。今黄色をだんだんこう絵がちょっと楽しくなってきましたね。少し点々を飛ばしてます。黄色とか、お花畑のように黄色とか赤とか白とか飛ばしてます。なんとかこう夢のある絵にしたいんですよね。で、影のとこもちょっとブルーを入れております。実際の写真ではグレーですよね、影は。でもブルーにして、いるということになります。だいたいこれで出来上がりです。今日も皆さんご視聴ありがとうございました。それではまた。